2026年3月、アメリカ、ネバダ州の砂漠地帯に眠る、廃墟と化した鉱山都市。その夜、私は一人だった。風が止まった。虫の声もない。砂ぼこりだけが、静かに宙を漂っていた。崩れかけた民家の床板を踏み越えた時、私はそれを見つけた。黄ばんだ一枚の紙。折り目が深く刻まれ、触れるだけで崩れそうなほど古い。広げると、鉛筆で書かれた文字が残っていた。夜の10時になったら、外に出るな。それだけだった。差出人の名前も、日付もない。ただ、その一文だけが、震えるような筆跡で記されていた。私は苦笑した。廃墟にある古い走り書き。そう思おうとした。しかし時計を見た瞬間、背筋が凍りついた。午後9時58分。2分後だった。次の瞬間、街のどこかから音が聞こえた。足音だ。一つではない。複数の足音が、石畳を踏みしめるように、ゆっくりと近づいてくる。そして声、叫び声とも、嘆き声とも取れない。低く長いうめき。それが廃墟の骨格を伝って、部屋中に響き渡った。私は動けなかった。後日、地元の記録を調べて知った。そのメモを書いた住民は、50年前にこの町で亡くなっていた。なぜ彼は警告を残したのか。50年前、この町の夜に何があったのか。その答えは、私自身の日常を根底から揺るがすことになる。私の名前は、田中良介。フリーランスのライターで、全国各地の忘れられた場所を巡り、その記録を文章として残すことを生りにしている。廃村、廃工場、廃駅、人の営みが止まった空間には、言葉では語り尽くせない静けさが宿っている。その静けさの中にこそ、本当の物語があると、私はずっと信じてきた。あの日も、いつもと変わらない朝から始まった。2026年4月14日、宿泊していたネバダ州の小さなモーテルで目を覚まし、薄いコーヒーを一杯飲んだ。窓の外には、乾いた砂漠の景色が広がっていた。空は青く、太陽はすでに容赦なく地面を焼いていた。今回の取材対象は、ネバダ州の奥地に眠る廃鉱山都市だった。かつてはゴールドラッシュの時代に栄えた町で、最盛期には数百人の住民が暮らしていたという。しかし鉱脈が尽きると、人々は次々と去っていった。残されたのは、朽ちかけた木造建築と、風に揺れる看板のきしむ音だけだ。地元の図書館で入手した古い地図を頼りに、車で砂漠の奥へと進んだ。舗装路はいつの間にか砂利道になり、やがてそれも消えた。車を降りた瞬間、熱風が顔を打ち、辺りには完全な沈黙が広がっていた。廃墟の群れが、かげろうの向こうに浮かび上がる。私はカメラを手に、その町へと足を踏み入れた。この時はまだ、何も知らなかった。夜が来るまでは、あの静寂が、少しずつ、その表情を変え始めるのは、日が傾いた頃のことだった。日が傾き始めた頃、最初の異変はごく些細なものだった。風が、止んだのだ。砂漠に吹き続けていた乾いた熱風が、まるで息を飲むように、突然消えた。それまで揺れていた壊れた窓枠の木片も、宙に舞っていた砂ぼこりも、すべてが静止した。私は立ち止まり、辺りを見回した。何もない。ただの風止まりだ。そう思うことにした。廃屋の一軒に入り、撮影を続けた。床には古いガラスの破片が散らばり、踏むたびに乾いた音を立てた。壁には錆びた釘だけが残り、かつて飾られていたものの輪郭だけが、シミのように壁紙に刻まれていた。その時だった。焦げた匂いが、鼻をついた。火を使った形跡などどこにもない。それなのに、確かに何かが燃えたような、古いすすの匂いが漂ってきた。私はカメラを下ろし、空気を嗅いだ。風はない。匂いはどこから来るのか、方向すらつかめなかった。気のせいだ。廃墟特有の腐敗臭が混ざっているだけだ。そう自分に言い聞かせながら、次の部屋へ移った。すると今度は、温度だった。廊下の途中に、明らかに空気が冷たくなっている一帯があった。砂漠の乾燥した熱の中に、まるで誰かが息を吐き続けているかのような、湿った冷気の塊が漂っていた。私はその場所で、思わず立ち止まった。足が、動かなかった。本能が何かを感じていた。頭は否定しようとしていた。だが体は正直だった。日没まで、あと1時間を切っていた。その冷気の中で、私は確かに何かを見た。その冷気は、
確かに存在していた。廊下の中央部分だけ、空気が別の場所から来ているかのように、温度が全く違っていた。砂漠の夜は冷えると聞いていた。だが、これは違う。外の冷えではなかった。内側から滲み出てくる。何か別の冷たさだった。私は息を止めた。静かにした。耳を澄ました。すると聞こえた。かすかな、ほんのかすかな音だった。床を踏む音ではない。空気が揺れるような、重さのある何かが、そこに存在していることを示す気配だった。目を細めた。廊下の奥、窓から差し込む夕暮れの残光の中に、人影があった。立っていた。ただ、立っていた。動かなかった。こちらを向いているのか、背を向けているのかも、判然としなかった。輪郭だけがそこにあった。曖昧で、薄く、しかし確かに、形をしていた。私の手が震えた。カメラを向けようとした。指が言うことを聞かなかった。全身の血が、どこかへ逃げていくような感覚があった。瞬きをした。その一瞬で、影は消えていた。廊下には何もなかった。冷気だけが残っていた。見間違いだと思いたかった。そう言い聞かせようとした。だが、私の足は一歩も前に進まなかった。体が、拒否していた。時刻を確認した。午後9時40分。メモに書かれていた時間まで、あと20分だった。その20分が、今まで生きてきた中で最も長い時間になろうとしていた。そして次の瞬間、廃屋の外から、最初の音が聞こえた。最初の音が聞こえた瞬間、私の全身が固まった。それは足音だった。砂利を踏むような、乾いた音。廃屋の外、すぐそこから聞こえていた。一歩、また一歩、規則正しく、確かなリズムで、私は息を止めた。窓に近づくことができなかった。だが、音は止まらなかった。むしろ、近づいてきた。壁一枚を隔てた。すぐそこまで。そして、足音が止まった。沈黙が落ちた。その沈黙の方が、足音よりもずっと恐ろしかった。何かが、そこに立っている。そう確信できた。見えなくても、感じた。視線だ。壁の向こうから、こちらを見ている。息ができなかった。どれくらいの時間が経ったのか、わからない。10秒かもしれない。1分かもしれない。その時、ドアが動いた。ジョーはかかっていた。確かめていた。それでも、ドアがゆっくりと、内側に向かって開いた。冷気が流れ込んできた。暗闇の中に、人影があった。人間の形をしていた。背が高く、細く、古い作業着のようなものを身につけていた。顔は見えなかった。いや、見ようとしなかった。見てはいけないと、本能が叫んでいた。だが、影は動いた。私の方を向いた。そして、顔が見えた。目が、あった。白く、濁った目だった。瞳がなかった。それでも、確かに私を見ていた。私を、捉えていた。その瞬間、声が聞こえた。低く、かすれた声だった。まるで長い年月を経て、喉が朽ちてしまったような声だった。だが、その言葉だけは、はっきりと聞こえた。私の名前だった。どうして知っている？この場所に来たのは今日が初めてだ。誰にも話していない。それなのに、この影は、私の名前を知っていた。時刻を確認しようとした。体が震えて、画面が見えなかった。メモの言葉が、頭の中で繰り返されていた。午後10時になったら、出て行け。まだ、その時間には達していなかった。喉が朽ちてしまったような声だった。だが、その言葉だけは、はっきりと聞こえた。私の名前だった。どうして知っている？この場所に来たのは今日が初めてだ。誰にも話していない。それなのに、この影は、私の名前を知っていた。体が、動かなかった。足が地面に縫い付けられたように、一歩も踏み出せなかった。息を吸おうとしても、うまく吸えなかった。空気が、重かった。外から、また音がした。今度は一つではなかった。複数の足音だった。砂を踏む音、石を蹴る音、そして、何かを引きずるような、低い音。窓の外を見た。誰もいなかった。だが、音は確かに聞こえていた。建物の周りを、何かが歩いていた。ゆっくりと、まるで、私がここにいることを知っているかのように、メモを握りしめた。髪が、湿っていた。汗なのか、それとも別の何かなのか、わからなかった。午後10時になったら、出て行け。その文字が、頭の中で何度も繰り返された。まだ時間は来ていない。だが、
何かが始まっていた。それだけは、分かった。懐中電灯の光が、揺れた。電池は新品だった。昨日、自分で確認した。それなのに、光が、ちらついていた。まるで、何かが電気を吸い取っているかのように、部屋の隅が、暗くなった。光が届かない場所が、増えていた。そして気づいた。この家に来た時、ドアは一つだった。だが今、壁の奥に、もう一つの輪郭が見えていた。ドアの形をした。何かが、私は一人ではなかった。最初から、ずっと、次回、その影の正体が明らかになる。壁の奥に見えた。もう一つのドア。私は動けなかった。足が、床に縫い付けられたように、固まっていた。懐中電灯の光が、また揺れた。その輪郭が、少しずつ、はっきりしてきた。ドアではなかった。人の、形だった。壁に溶け込むように立つ。人の、シルエット。それは動かなかった。ただ、こちらを見ていた。私は息を止めた。メモのことを、思い出した。夜の10時になったら、出て行け。あの文字を書いた人間は、50年前に死んでいる。では、誰が、何のために、あの警告を残したのか。答えは、今、目の前にあった。その影は、ゆっくりと、首を傾けた。人間のような動きだった。しかし、人間ではなかった。私はポケットの中のメモを、もう一度握りしめた。紙の端に、小さな文字があった。最初は気づかなかった。懐中電灯の光の角度が変わって、初めて見えた文字。お前を待っていた。全身の血が、消えた。なぜ私なのか。私はこの町に、偶然来たはずだった。道に迷い、廃墟を見つけ、雨宿りのつもりで入っただけだった。しかし、違った。メモは、最初から、私の名前が書かれる場所を、開けていた。日付も、あった。2026年4月14日、今日の、日付が、この存在は、知っていた。私がここに来ることを、この夜に、この家に立つことを、それは、偶然ではなかった。導かれていた。最初から、ずっと、影が、一歩、前に出た。次の瞬間、私たちは、ついに、正面から向き合うことになる。影が、動いた。ゆっくりと、しかし、確実に、私は、後ずさりすることもできなかった。足が、地面に縫い付けられたように、動かなかった。影は、人の形をしていた。背が高く、細く、少し前傾身に傾いた姿。まるで、疲れ果てた人間が、長い眠りから目を覚ましたような、そんな立ち方だった。顔が、見えた。男だった。年老いた。男。目は、開いていた。しかし、瞳は、なかった。白く、濁った目が、まっすぐ、私を見ていた。口が、開いた。声は、出なかった。ただ、唇が、動いた。私は、読んだ。逃げろ。それだけだった。一瞬、静寂が、訪れた。次の瞬間、家中が揺れた。壁が、きしんだ。床が、泣いた。窓の外から、あの足音が、一斉に迫ってきた。男は、私の方へ、手を伸ばした。触れる、と思った。しかし、指先が私の腕をかすめた瞬間、ただの、冷気だった。氷のように、冷たい、風だった。男の体が、ぼやけ始めた。霧のように、輪郭が、崩れていった。最後に、もう一度、唇が動いた。今度は、声が、聞こえた。かすれた。老いた。しかし確かな声が、間に合った。それが、消えていく彼の、最後の言葉だった。足音が、止まった。叫び声が、消えた。家の中は、また、静かになった。私は、ただ、その場に立ち尽くしていた。手が、震えていた。息が、できなかった。しかし、生きていた。あの男は、私を、脅かしに来たのではなかった。50年間、ずっと、ここで待っていたのだ。この夜、この瞬間のために、次の朝、私は、あの家を出た。翌朝、私は、あの廃墟の街を後にした。車のエンジンをかけた瞬間、手が、また震えた。バックミラーに映る。土対家。誰もいない。道。しかし、もう、私には、わかっていた。あそこは、本当に、誰もいない、場所では、なかった。IMG、
バックミラーに廃墟の街が映り込む車内。朝の光。街を出てから3時間、私は一度も音楽をかけなかった。ラジオもつけなかった。ただ、ハンドルを握り、前を見つめ続けた。あの男の顔が頭から離れなかった。50年間、あの場所で待ち続けた人間の顔が、ネバダの荒野は相変わらず、記録、静かだった。しかし、その静けさが、もう、以前とは違って見えた。街に戻り、最初にしたことは、メモのことを調べることだった。図書館で、古い新聞記事を探した。1976年、ネバダ州、廃校事故、複数の作業員が、坑道の崩落に巻き込まれた。その中に、一人の男の名前があった。メモに書かれていた。あの筆跡の尾と、同じ名前が、去年、42歳。記事の端に、小さな写真が載っていた。私は、その顔を見て、息が止まった。昨夜、廃屋の中で、私に向かって、間に合った。と言った。あの男だった。IMG。古びた新聞記事のアップ。白黒の顔写真。この体験をどう説明すればいいのか、今でも、わからない。幽霊だったのか、記憶が残した何かだったのか、それとも、50年越しの約束だったのか。ただ、一つだけ、確かなことがある。あの夜、私は、一人では、なかった。そして、あの男も、もう、一人では、ない。この話には、まだ、続きがある。あの廃校の街には、もう一つ、隠された記録が、残されていた。あの夜から、もう、時間が経った。でも、時々、思い出す。深夜、ふとした瞬間に、あの廃校の街の静けさが、頭の中に、戻ってくる。足音の、あの感触、空気が、震えるような、あの気配。そして、あの男が、50年間、一人で守り続けた。あの警告。夜の10時になったら、出て行け。今でも、その言葉が、耳に残っている。あれは、恐怖だったのか、それとも、誰かを、守ろうとした、最後の優しさだったのか。私には、まだ、答えが、出ない。ただ、一つだけ、わかることがある。あの場所は、今も、そこに、ある。そして、夜の10時は、今夜も、必ず、来る。廃校の街に残された、もう一つの記録。それが何を意味するのか、私は、まだ、調べている。この話の、本当の終わりは、まだ、誰も、知らない。